皆さんこんばん皆さんこんばんは。は。お弁当トークスへようこそ。 Today we're covering the recent controversy about Mount Fuji emergency rescues and who should cover that cost. Please be aware that we are not journalists nor are we professional hikers. If you are planning a trip to Mount Fuji or any other mountain, please look up trusted sources for their information. Okay, let's get into it. 今日は最近のニュースについてゆっくり簡単な単語で話します。難しい言葉は説明します。先月、富士山を登っていた大学生が2回救助されました。救助。救助っていうのは山に登ってから一人で帰れなくなって、ヘリコプターなどで助けてもらうことです。1回目はアイゼンっていうのは雪の上で歩くために靴につける滑り止めですね。アイゼンをなくしてしまって山を降りれなくなってしまったからです。2回目は富士山で忘れたスマートフォンを探すために山にまた入り、高山病、標高が高いところで体調が悪くなることで高山病になってしまったから、またヘリコプターが助けてくれました。じゃあ1回目登った時になくしたスマートフォンを2回目で取りに探しに行こうと思ったってことですね。そうですね、はい。このニュースがインターネットで話題になりました。多くの人が救助費用、つまりヘリコプターなどにかけるお金について意見を言っています。またこの男性を批判というのはその人の行動が間違っているということをする人もいます。なぜこんなに批判されるかっていうと、主に理由が2つありまして、まず1つ目は現在富士山は閉山期間なんです。閉山期間っていうのは登山は禁止されてはいないけど、登山の経験者でない人が登るにはとても難しくて危険な時期です。富士山の上で天気が変わるので、すぐにレスキュー隊が行けない場合があります。要するにすごく危険なんですね。でもちろん山小屋やトイレも閉まっています。なので本当に経験者しか行かないでねと言われている時期なんですね。リスクのある時に登山をしました。で、2つ目が救助にかかる費用、お金っていうのは基本的に無料なんですよ。で、なぜ無料かっていうと、税金で払われているからです。これは実際は費用がかかる場所は日本にもありますし、どうやって救助されたかの状況にもよりますけど、この人の場合は基本的に無料でした。なので閉山期間に2度も救助されて、しかもその救助が全部税金から出てたっていうので、いろんな人が意見を持っているというわけですね。その人を批判していたわけだね。はい、批判していますね。ではインターネットでは皆さんはどういうふうなことを言っているのでしょうか。まず最初に富士山の登山道がある市の市長さん、その人は救助の費用は自己責任にし、遭難者が救助費用を負担すべきと話しています。はい、負担っていうのはその人がお金を出すっていうことですね。つまり救助された人が全部払ってください。他にインターネットで批判をする人の声はこのようなものがあります。閉山中に登山をしているのだから救助費用は全額請求すべき。これもちょっと市長さんと似ていますが、そうですね。登山を閉山中にやっているのだから全部払ってね、そういうことですね。もう一つは富士山を軽視っていうのは実際よりも簡単だと思ってる、甘く見ているっていうことですね。軽視しすぎと言ってたり、あとは日本でも罰金することを考えるべき、これもお金のペナルティが出るべきという意見もありますね。じゃあこれについて少し話してみたいと思います。はい。遭難の救助費用は
税金でなく個人が払うべきか。Should mountain rescues be paid by the individual instead of taxes? どう思いますか？僕は救助費用の負担はその状況によって違うと思うので、絶対に税金で払うべき、絶対に個人が払うべき、そんなことは言えないと思います。その理由は、例えばしっかり登山する準備をしていて、登山の経験が豊富な方、つまり登山を何回もやってきている人、そんな人が落石にあったりとか、高山病にもしなってしまったりとか、そういうのは石が落ちてきて怪我をしたとか、高山病は山に登って高いところにいるからちょっと気分が悪くなるとか、こととか、そういうのが起こってしまうと、それはその人の準備不足ではなく、その人がコントロールできないことによって救助をされないといけない、そんな可能性は十分あると思います。そうですね。その時に、じゃああなたが準備不足だからとか、そういうのは関係なしに全部払ってくださいって言われたら、それは違うと思います。それは税金で払っても大丈夫なケースだと僕は思います。まあそうですね。いくら準備をしていても山で怪我をすることはありますもんね。でも準備をしないで閉山中、日本がここの時期は危険ですよって言っている時期に、わざわざ山に入って救助が必要になったら、それは命がけ、危険な場所に自分の命をリスクして行っている救助隊にも迷惑だと思うんですよね。で、特に日本では他の人に迷惑をかけないことが大切って思っている人が多いので、準備しない人のためになんで救助隊が命を懸けて救助して、しかも税金が使われるんだって思う人が多いのかもしれません。確かに準備をしないで自分の身をその危険な場所に持っていくという行為は、自分の身だけではなくて救助隊の人、それから他に関わってくれる人、そんな人の命も危険をさらしているわけですね。そうですね。だからそれも他の人の危険にもなっている。確かにそう言われてみたら、税金で出すのはちょっとって思うかもしれませんですね。僕が言っていたその準備をしている人、それから準備をしていなかった人、そんな人を見極めるのは、だから分けるのはちょっと難しそうだよね。そうなんだと思います。で、実は私たちがこのニュースを選んだのは、去年も富士山の救助が大きなニュースになっていたからです。去年はシーズン、山に登ってもいい時期で、準備が足りない人がたくさんいて救助が多くなったというニュースがありました。あったね。その時は YouTube とかにも富士山を1日で登って降りてきたよ、そういう風な海外の人が動画をたくさん上げていました。そうそうそう。それはいわゆる、弾丸登山、山小屋に泊まらないで一気に登って降りてくること、っていう動画かもしれませんね。なんかニュースでもやってましたけど、山小屋を予約しないで寝ないで一気に登って日の出を見て一気に帰ってくるっていう工程、計画を立てる人が多かったそうです。それなかなか大変だと思いますよね。そう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 。で、その中でも装備が足りなかったり、計画不足、ちゃんとの計画を作ってなかったり、そういう人が体を壊したりしてニュースで問題になっていました。もう少し個人的なことを話すと、去年の僕が登山中に会った人はヨーロッパから来ていました。その人と山を登りながら話していると、僕も
富士山を登ったんだけど寒かったのに山小屋に入れてもらえなかった。僕は寒かったのに山小屋の人は助けてくれなかった。そんなことを言っていました。でもその話をもうちょっと聞いたら、予約とかは全くしていなかったと言っていました。そこはちょっとね、ちょっと悲しい話ですね。だって山小屋の人たちだって人をそのまま外にいさせるっていうことはしたくないわけですもんね。でも予約をしないとご飯も布団も準備できないから、まあどちらにとっても大変で残念な状況ですよね。もしかしたら海外の人たちは日本の山のルールや山小屋のシステムがあんまり慣れてないのかもしれないですね。その点で言うと、海外の人にもやっぱ日本の美しいところは見てもらいたいけど、ルールとか下調べ、その調べ物をちゃんとしなかったから日本の登山のイメージが悪くなったり、その山小屋の人が優しくない、そんな風なイメージを持たれるのもちょっと悲しいですね。それは本当に心が痛みますね。逆にそういう人たちが多いと日本人からしても、登山をしている外国人のマナーが悪いとか、無茶を言ってくるとか、そう嫌なニュースになるので、どちらにとっても辛い状況ですよね。きっとその予約をそもそも取っている理由っていうのが、その人数分のケアをしないといけない、その準備をしないといけない、そういう理由だと思うんですね。だから他の予約を取っていない人たちの分まで面倒を見始めるとキリがないと思います。だから予約をしていないとここではごめんなさいってなるかもしれないですね。そうですね。まあその他にも登山届っていうのは、山を登る前に自分の登る計画、何時に山に入って何時に山を出るつもりですっていうのをその県の警察に事前に届けておくと、もし何かがあった時に見つけやすくなるっていう、そういうシステムがあるんですけど、そういうのもあんまり知られてないのかもしれないですね。そうですね。できるだけね、安全に山のルールを知った上で登山することが、別に海外の人だけじゃなくっても日本人だって、よく大学生であんまり計画立てないで行っちゃうっていう人も多いので、いろんな人が救助が必要になった場合に自分ができるだけのことはやったっていう状況で助けてもらった方が、助ける側も気持ちよく助けられるよね。そうだと思いますね。で、後からこういうニュースになるのもすごく心が痛いのでね。そうだね。もう一つ深掘りをもうちょっと深く考えてみると、もしかしたら下調べをしているつもりになっているのかもしれないなって僕はちょっと思って、YouTube で動画がたくさん上がっていて、その動画では普通に1日で行って帰ってきた、であんまり登山経験のない人が行って帰ってこれたじゃないか、それを見て、じゃあ僕も大丈夫、そこまでが調べ物だと思ってやっている人がいるかもしれない。そうですね。なので YouTube を上げる人たち、そういう人たちにも責任があると思います。まさに言う通りだと思います。正確な情報をできるだけ多くの人に理解してもらえるようなプラットフォーム、ウェブサイトなりいろいろな方法はあると思いますが、そういうところも充実をさせて、充実というのは広めて強くしていって、みんなにも分かってもらいたいですね。そうですね。はい、今日はニュースから始まって、救助費用は誰が支払うべきか、個人か税金か、または救助の理由によって違うか、そういうことを話してみました。ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。